皆さんこんにちは、片桐咲です。さあ今日はですね、中村江里子のアベニュード危機、不走者を行政に通報し、数々の行政に通報しまして、裁判所に提出しました。皆さんに詳しくね、お伝えをしていきたいと思います。もう本当に驚くべきも仰天するような実態、真実をぜひ知ってください。くれぐれもお気をつけください。で、今回一つだけではなく様々な点で問題が起きておりまして、それをね、複数ありますので、合わせてご説明していきたいと思います。もちろん行政にも通報して、行政もね、ちょっと相当ね、これを問題だってことをおっしゃってましたので、これを皆さんにね、説明していきます。ブログでもちょこちょこは書いてたんですけども、本当にちょっと飛び飛びになっててね、多分皆さん全容が全然わかってないと思いますし、あと一部だけだと勘違いされている方もいらっしゃるので、ちゃんと今日しっかりお伝えをしまして、真実をね、知って皆さん本当に気をつけてください。私もかなりね、驚きました。今回の件、びっくりするようなことがたくさんありまして、皆さんって知ってないと思うんですよ。で、部分的にしか知らない方はね、分かってないと思いますので、ぜひ最後まで聞いていただいて、一部分だけではなくてね、トータルでちゃんと最後までしっかりとね、聞いていただきたいと思います。で、かなり長い動画なんですけれども、本当にね、その分ね、本当にたくさんのね、もういろんな種類の問題がありましてびっくりするんですけれども、なんでね、途中だけだとちょっとね、全然わかんないと思うので、最後までちゃんと聞いていただきたいんですけれどもね、ちょいちょい証拠は出していきますので、で、このビデオはね、自動翻訳で世界中の言語に翻訳できますので、ぜひね、日本のみならずね、フランスですとか、海外ですとか、世界中にね、注意喚起として拡散していただければと思います。本当に私びっくりするようなね、内容なんですよ。で、私はね、これまでその法的なお話もたまにしてまして、あんまり公には言ってなかったですけどね、前もちょっと言いましたけど、私、法人訴訟で、数々の企業にほとんど勝ってますので、ほぼ全部使用してますので、法的ないろんな説明をしてるんですよね。例えば、三浦春馬さんの件で、アミューズの件とかでね、名誉毀損とは何ぞやとかね、他にもメンタリスト第5前にね、消費者庁に通報して、さらに返金のさせ方とかお話ししましたけれども、皆さんに感謝されてますけどね。結構そのね、法的なお話もね、していきたいと思いますので、私もちゃんと言葉はね、結構、法的に突っ込まれると危ないので、言い回しを考えながら喋りますので、言いたいことをズバッと言えないんですけども、皆さんぜひさせていただきたいと思います。で、私ははっきり言ってね、会社とかね、人の体質はね、変わらないと思ってますので、皆さん本当にこれをね、しっかりと最後まで聞いていただいて、しっかりと皆さん参考にしてね、いただきたいと思います。ブログとか SNS とかネットっていうのはあくまでブランディングですので、私が実際に会った目、私が実際にこういった経験をしたってことを皆さんがね、知ってさらにそれを詳しくね、お話ししていきます。法的な面からも行政からのお話とかもしていきますので、私のようにね、お金を払ってね、これだけ大変なね、ひどい思いをされないように皆さんに注意喚起としてお伝えしていきますので、皆さんは驚くと思いますので、その上で皆さんしっかりとこういった真実を知って、会社とかサービスとか人を選ぶ時のね、参考にもしていただきたいですし、注意して、しっかりとね、判断していただきたいと思います。皆さん消費者として、信用できるサービスなのかですとか、しっかりと自分の身を守れるように判断していただきたいなと思います。まず最初にですね、私が去年のね、2022年7月19日に行われました中村江里子のアベニュード危機というサイトの、リアルパーティーですね、八方院でのランチパーティーで参加しまして、その直後に、コロナの感染をしたんですけれども、その後様々なことが浮上してきています。で、私はそのあまりにも精神的苦痛ですとか、凄まじい思いをしまして、本当にこの半年以上経った今でも何の適切な対応もされてませんし、これは私の読者さんやフォロワーさんたちも散々言ってくれてるようなんですけれども、みんな言ってくれてるんですね。仲間でいることがソーシャルにも言ってくれてますけど、一切何の対応もされてません。まともな対応はされておりませんし、不都合なコメントは全て削除されているそうです。行政からの注意もしかとしております。この人たちはね。びっくりするような内容が数々ございます。で、一個ずつ説明していきますけれども、まず最初にですね、中村江里子のアベニュード危機っていうね、EC サイトで、セゾンド江里子っていうのをね、不走者が出してるみたいなんですよ。年に4回ぐらい。見たことないんですけど、私ね。この年に4回出してるセゾンド江里子っていう本と、同じ不走者がね、プロデュースしてるような感じで、中村江里子はそれをグッズを販売し始めたと。そのサイトをね、作ったっていうパーティーだったみたいで、今までも何度も参加してる人は参加してたっぽいんですけども、コロナ禍だからなかなか開催できなかったみたいなんですよね。で、それが去年の2022年の7月19日に、リアルで久しぶりに開催されるみたいな感じだったんですね。で、私は今まで行ったことないですけど、その時は行ってみたんですけれども、で、まずね、このパーティーはですね、もう告知の部分からね、問題だったんですね。
で、告知っていうのが、その中村江里子が、公式アメーバブロガーなんでね、そこのブログでも書いてましたし、あとさらにそこからリンクが貼ってあって、あとさらにそのアベニュード危機っていうこのサイトのね、中にも書いてたんですよ。で、一応こちらですね、弁護士さんにも確認しましたけれども、文章自体に公開して告知してる文章ですので、文章自体はアップしても大丈夫じゃないかということでしたので、著作権侵害とか肖像権侵害にならないということで、こちらの文章の部分ね、告知文の部分をちょっと今画像にね、貼らせていただきます。で、これ見ながらご説明したいと思います。で、今ね、この前見た限りだと、このアベニュード機器のサイトの方の告知のところは削除されてるみたいですね。終わったからなのか、証拠を残さないためなのかはわからないですけれども、でも私はちゃんと証拠を保全してますのでね、それをね、お伝えさせていただきたいと思います。で、ここに書いてあったのがね、本当にさらっとしか書いてないんですよ。なんて書いたかというと、まず場所がですね、八芳園。で、会場もね、ちょいちょい変わっています。これ書いてあることが。会場も変わってる上に、で、書いてあること全部読みますね。中村江里子ランジャーのトークサロン2022で、イベント内容がスペシャルランチ、コース料理、中村江里子さんトークプレゼント抽選会写真撮影、オリジナル秋冬物先行販売会など、開催日時が2022年の7月19日火曜日、開演12時、終了15時半予定。で、会場が八芳園の3階チャットってとこですね。参加費も書いてありまして、これが1万1000円ですと。税込みでチケット送料込み。で、米印がありまして、お食事代、飲み物代1杯分が含まれます。2杯目以降は有料でのご提供です。これもね、かなり実は問題だったんですね。で、発売日時とお申し込み人数、一度に4人までしか申し込みませんよ、しか書いてないんですよ。まずここに、募集人数も書いてません。このパーティーが何人のパーティーかすらわからないんですよ。何人集まるかパーティーかすら一切書いてないんですね。で、感染対策も一切書いてません。どんな感染対策をするのかも一切書いてません。コロナ対策についても。これが全ての内容です。つまりコロナ禍なのにどれぐらいの混雑具合かもわからないですし、ちゃんとした感染対策がされているのかも一切わからない状況ということです。で、本当にね、びっくりしたんですけど、まずここで本当だったら、もうすでにここで東京都がイベント主催者に義務としてね、必須事項として命じていることをやってないんですよ。この告知時点でね、びっくりするんですけど。で、例えば他のね、ところのイベントを私も見てみたんですよ、後でね。そしたらやっぱりね、ちゃんと細かく書いたんですよ。例えばコロナ感染対策の予防として、こんなことしますよとかね。例えば300人の会場だけど今回50人にしましたとかね。細かく書いてます。どんな対策をしているか。事前に書いてあります、ちゃんと。でもこの中村江里子のアベニュード危機っていうのは一切書いてませんし、そういうのが一切ありませんでした。どんな感染対策かもわからなければ、まさか隣の席とね、ソーシャルディスタンスも一切なく、3密だってことも一切書いてませんでしたし、募集人数すらないので、明記されてませんから、どれぐらいのね、混み具合かも全く想像がつかないって状況なんですね。他のイベントですと、例えばこんな体調がある人は来場できませんよとか、こういった時はこういう風にしてくださいねとかね、例えばマスクの着用ですとか、細かく書いたんですよ。スタッフとかもみんなちゃんと、こういう風にちゃんとね、チェックをして、対策予防をね、万全にしておりますとかね、細かく書いたんですよ。一切ないです。どんな対策をしてるかも一切ないです。で、募集人数も書いてないので、何人ぐらい集まるかが想像できないんですね。実際今回集まったのが160人で、八芳園の公式サイトを見ますと、チャットの収容人数は130名までなってるんですね。つまり160名オーバーしてるんですよ、収容人数を。コロナ禍の第7波の時ですよ。つまりですね、この時期ってもう本当に感染拡大でまだまだ皆さんすごい警戒してた時期じゃないですか。映画館ですらね、マスクして映画なんて喋らないのに隣の席も空いてましたし、コンサートとかでもね、皆さん喋らないでね、叫ぶこともなくマスクして隣の席も空いてるって感じでね、参加してたと思うんですよね。徹底してましたよね、その時期ね。なのに、20テーブルがあって、8名、1つのテーブル8名座ってたんですよ。全くソーシャルディスタンスがなかったんですね。隣の席が全く空いてなかったんですよ。ランチパーティーですよ。私びっくりしまして、で、本当に160名、もう130名って書いてますよ、ホームページ。見てください、皆さん。公式サイト。八芳園のね。こんな、普通だったら、もうすごく人数減らすと思うんですよ、この時期だったら。これをもう席をギチギチに、隣の席も開けずに160名入れるっていうのはどう思いますか？しかもこの時はね、第7波でもう急増の激増だったんですよ、感染爆発の時期です。
なのに隣の席が一切空いてないランチパーティーでです。びっくりしますね。で、これが、しかも八芳園の方針とも全然違ってたんですね。で、これ見ていただきますと、八芳園としてはこんな風にね、ちゃんと感染対策としてね、このテーブル一つに、5名ぐらいにしてね、隣の席を空けてますっていうのがね、載ってるんですよ。八芳園の公式のね、YouTube でも言ってますし、八芳園の公式サイトでも載ってます。隣の席は十分空けてますよっていうのが八芳園のやり方でしたけれども、実際にはここ八芳園の会場だけど、そういうことは一切されてませんでした。さっき見たらね、八芳園の公式サイトに、コロナ対策についての部分はもうなくなってたんですけれども、当時は載ってました。これ画像をね、ブログにも前載せてたんですけど、この画像をね、今 YouTube に載せさせていただきます。で、実際私が参加した時の様子も今 YouTube にね、画像アップします。どうですか見ていただいて。これだけぎゅうぎゅうだったっていうことです。隣が一切空いてなかったんです。びっくりしたんですよ、私。だって着席で、しかもランチパーティーだから食べるわけじゃないですか、マスク外して。なのに隣の席と全く空いてなかったんですよ。これは八方医の方針とも反していましたし、これはね、東京都もかなり問題だと言ってました。で、このパーティーが募集してたのがね、6月とかだったんですけども、その時はまだ若干ね、落ち着いていたんですよ。で、その後、急にね、拡大したんですけれども、感染がね。で、普通だったらね、私がイベント主催者だったら、中止してもよかったと思いますね。これだけ一気に第7波で急に拡大してて、そしたら、普通だったらね、せめて隣の席は絶対空けると思うんですよ。絶対空けるでしょうし、せめて会場をね、じゃあ2つもう1個借りて、2回やるとか、午前午後でやるとか、2回にして分ければいいじゃないですか、別に。この1つの部屋に、130名までしか収容人数がないところに160名入れますか、このまま。第7波が感染拡大している最中に。そういったイベント主催者は皆さんはどう思いますでしょうか。企業としての責任を皆さんどう思いますでしょうか。で、一応このテーブルにね、さりげなくね、アクリル板があるんですけど、これ見ていただくと分かる通りね、本当にね、手の指までしかね、カバーしてないんですよ。で、私ほら、どれだけコロナ対策を徹底的にこの2年半とか3年やってきたかっていうのは後でお話ししますけど、YouTube ではね、2020年からお話ししてますけど、徹底してましたのでね、ちょっと外食してなくて分からなかったんですけどね、あまりにもちょっと手先しかね、隠れないから、これどうなのかな、大丈夫なのかなっていう、感染対策できてるのかなっていうのは、隣の席の人ともお話ししたんですけれども、手首までしかね、アクリル板が来てないんですよ。で、その後に私もね、普通の飲食店とか行ってみて、普通のアクリル板っていうのは、テーブルが四角じゃないですか。で、そうすると結構顔の横までちゃんとアクリル板が来るんですよね。ですから隣の人とね、ちゃんと遮ることができるんですけど、こういった円卓になると、アクリル板いくら置いても手首までしか来てなくて、顔の横とか体の横何の遮るものもないんですよ。全くね、感染対策の意味がないと私は思いますけど、皆さんどう思いますか？で、さらにこの会場の中だけでもこれだけね、3密だったにもかかわらず、入り口とかね、会場の外ね、外もすごいんですよ。もっとね、3密だったんですね。で、この入り口っていうのが、多分これ結婚式場で使ってるんじゃないかなと思うんですけれども、私も八方園自分のイベント、私もイベントプロデューサーなんで自分のイベントでも使ったことあるんですけどね。で、この入り口っていうのがそんな大きくないわけでしょ。ちっちゃいんですけど、そこにね、ウェルカムドリンクのバーカウンターが2個ありまして、アルコールとノンアルコール用のね、テーブルがあって、さらにそこに、このアベニュード機器っていうのが、中村江里子プロデュースのグッズのね、販売のサイトですので、オリジナル秋冬物先行販売会って書いてますけど、そのグッズがね、たくさん置いてあるんですよ。たくさんのテーブルがあって、そこにマフラーですとかサングラスですとか、なんかショッピングカートとかね、なんかいろんなものがずらーっとね、たくさんのテーブルに並んでるんですよ。その狭い場所にね、でそこにね、その入場前とか、その退場後とかね、160人がガッと集まってるわけですよ。めちゃくちゃセール会場のように3密なんですよ。で、その写真っていうのは、あまりにも混んでてね、私なかなか撮れなかったんですけども、例えばそのパーティーに参加してた、その演奏者の方とか、他の方たちがブログに載せてましたのでね、それもリンクをね、下の概要欄に貼っておきます。ぜひご覧いただきたいと思います。演奏者の方たちはね、入場退場の時間が違うのでね、空いてる時間に写真撮れたんだと思うんですけれども、本当にいかに3密かがよくわかると思いますし、あまりに人が多くて私もね、写真が撮れなかったっていう状況だったんですね。で、もう全然感染対策としてどうなのかな、ありえないなと私は思いましたし、しかもこのサングラスとかマフラーとか、もうその後別に除菌もしてないんですよ。サングラスなんて目にかけるわけじゃないですか。私も怖かったからちゃんと除菌貸してくださいって言ってね、拭かせていただいたりもしましたけど、恐ろしいなと私は思いました。さらにね、ここでね、東京都がイベント主催者に対して義務付けてたことがあるんですけども、それすらやってなかったんですよ。それっていうのは、チェックシートっていうのが、絶対にそれはね、
なんか公開しなくちゃいけなかったものらしいんですね。ホームページ上でも記載しなくちゃいけないし、お客様にも一人一人見せなきゃいけないっていうものがあったみたいなんです。で、私もそんな存在すら知らなかったんですよ。どこにも書いてないから。ただ、それがね、私は完成した後に、他のイベントを調べてたらどんな風にしてるのかって見てたら、ちゃんとどこもね、チェックシートっていうのがあったんですよね。あ、これのことかと思ってね、ちゃんと細かく書いたんですよ。これは必ずね、東京都が誰にでも見られるようにオープンに公開しとかなきゃいけないっていうものがあったのに、それを一切やってませんでしたね。で、このパーティーに関して、私は東京都に細かく1から10まで詳しく説明してますし、消費者庁にも細かく説明してるんですけど、かなり問題だってことをおっしゃってました。で、さらにこのね、時間もね、びっくりする、もう内容がすごいんですけど、そもそもね、この3時半予定って書いてあるじゃないですか。終了15時半予定ってなってて、実質3時間半なのかなって思うじゃないですか。開演が12時ですから。実質ね、2時間半だったんですよ、これが。書いてあるのが、終了予定時刻15時30分予定ってなってますね。で、私はその予定なので、延長したりするのかなってことがあったのでね、16時ぐらい見れたわけですよ。16時ぐらいまで考えてたんですけど、実際終わったのが14時半でした。1時間も早く終わったんですね。びっくりしてたことに。でその後何があったかっていうと、写真撮影が1時間あったんですよ。信じられます皆さん。超びっくりしますよ。で、写真撮影で1時間もどこにも書いてないわけですよ。タイムスケジュールも書いてないから。で、私は結構たまたま抽選でね、どこの席になるかって抽選なんですけれども、私はたまたま前の方の席だったので、結構早くね、写真撮影があったんですよ。なんですぐに終わっちゃったんですね。ですからこの20テーブルある中で、終わりの方になった人は1時間も待たされた上に、それで3時半になるっていうだけの話であって、パーティー自体は2時半で終わってんですよ。この書き方考えられますかって話で、私、イベント主催者ですし、私のね、先図ホームページにも書いてますけど、私、ルイ・ヴィトンですとか、プラダジャパンとかね、数々、他にも化粧品とか、ハイブランドの数々の PR 部で、一流の、パーティーとかにやってきてるんですよね。アシスタントとして。考えられないんですよ。私、それで自分自身が、ね、イベントプロデューサーでもあるし、司会者でもあったので、いろんなパーティーとかイベント見てきてますから、こんなずさんなね、ことは考えられませんね。これ2時半って普通書くべきですし、人によってこの終了時間が終わるなんて誰が想像できますかって話なんですよ。1時間も写真撮影に撮られるなんて。しかももちろんその時もね、全くみんなマスクもせずに喋りまくってますからね、都内の人とね。で、私としては最初申し込む時に、15時半予定、3時間半ぐらいで1万1000円かと思ってね、じゃあ1時間3000円ぐらいかなと思うんで、それだったらそんな高くないかなと思って参加したわけですけども、これが実際2時間半でね、1万1000円となると、1時間の価値って5000円ぐらいじゃないですか。その内容はね、正直その対価を払う内容ではなかったです。このね、内容に関しては、私のセカンド YouTube チャンネル、先旅をそろそろ始めますので、この内容ね、動画とか写真撮ってますので、そちらの方で詳しくね、ご紹介したいなと思います。私は二度と行く内容ではないですね。払う価値は私は感じません。もうね、びっくりするような内容ばかりでして、で、さらにこのウェルカムドリンクっていうのがくせ者でね、ウェルカムドリンクって私ね、イベント主催者もしてるし、パーティーとか詳しいわけですよ、マナーとかね。ウェルカムドリンクってマナーとしましては、お客様への待ち時間のおもてなしなんですよ。入場するまでね、ちょっとお待たせして申し訳ないから提供するっていうのがウェルカムドリンクになりまして、基本的なマナーとして入場する前に、開演前に飲み干すのがマナーなんですね。なのにもかかわらず、これをね、中に持ってけっていうのが今回の内容でして、つまりウェルカムドリンクじゃないんですよ。ウェルカムドリンクじゃないのに、会場の外に入り口に置いてる上に、さらにこれが無料1杯目だったってことなんですよ。びっくりしました、私。普通に私の感覚で言うと、入場前に飲み干すよねっていう。しかも大した量ないわけですよね。ウェルカムドリンクですから。さらにこれを1杯目の2杯目以降有料って書いてましたけど、これを1杯目に持ってくるっていうのがびっくりしまして、はと思って、普通私の感覚で言うと、入場してから中でね、最初乾杯の時にもらうのが1杯目だと思ってたんですよ。始まってから、パーティーが始まってからの話ですよ。そうじゃなかったんですよ。それどこにも書いてないです、それについて。で、しかもこれについてね、向こうがやっとこの1杯目がウェルカムドリンクですよって言ってきたのが、この直前に送られてくるなんかよくわかんないね、送付状っていうか招待状みたいのがあるんでしょ。招待状って言ってもね、ペラッペラの紙2枚だけです。本当に。私がちゃんと今までハイブランドとかの招待状送ってるお客様に対して入場のね、招待状送ってる時は素敵なね、高そうな紙にちゃんとした封筒にいくつつ入れて、厚みのあるね、しっかりとした招待状なんですけれどもね、ハイブランドですから。
ただのペラペラのコピー用紙の色がついたコピー用紙みたいなペラペラの紙を2枚送ってきてるだけなんですよ、ここ。このためにね、わざわざね、個人情報を取られてるんですよ、私たち。たかだかこのね、2枚のペラペラの紙を送るんだったら、普通だったら、PDF でもね、メールで送りゃいいと思うんですよね。で今の時代、こういう入場のやつって、ただのね、QR コード見せて終わりですとか、スマホ見せて終わりじゃないですか。で、この人たちわざわざね、個人情報を取ってるんですよ。住所と名前と電話番号と。このペラペラのね、2枚の紙、コピー用紙を2枚みたいな紙を送るだけのために。で、そこを届くのが直前なんですよ。申し込みをする前に、そのことはわかんないんですね。お金を払って申し込む段階では、まさかウェルカムドリンクは1杯目だなんてわからないようにしてるんですよ。ちゃんと説明してないんですね。で、その申し込んでお金払った後に届いた招待状にまさかのウェルカムドリンクは1杯目でしたみたいな。ってことはパーティー自体はドリンクは全て有料ってことなんですよ。こんな誤解をさせるような書き方をしてまして、びっくりしますね。で、終了時間も実際は1時間も早く終わると。誰がね、それだけね、告知文と内容が違うって想像できますか？誰がそれでね、この金額払う価値があるのかって話なんですね。あまりにずさんだと感じましたし、マナーを知らないのかなと思いました。本当にここまででも驚くばかりなんですけれども、で、さらにですね、これだけそのたかだかペラペラな紙を2枚送るために個人情報を取ってるわけですよ。ちゃんとした招待状でもなくね、メールで済むような内容なのに。にもかかわらず、この輸送車は必ず社員が誰も名乗らないんですよ。誰一人として自分の名前すら名乗らないんですよ。いくらメールでやり取りとかしても、電話をしようが、一切自分たちの名前、名字すら言わないんですよ。匿名なんですよ、必ず。考えられますか？お客様に対してですよ。これ最初からそうなんですよ。びっくりしまして、社員が名乗らない、渡辺さんなのか吉田さんなのか分かりません。普通ね、どんな企業でも自分の名前名乗ると思うんですよ。人間、社会人として普通にね、あなた誰ですかって聞いても一切答えません。これは行政から消費者庁が不走者に注意をしてくれてね、もうちゃんとやりなさいってことで注意してくださったんですけども、それに対しても一切不走者は名前も名乗らなかったそうです。考えられます？そんな会社見たことあります？皆さん。何かサービスとかお客様サポートとかね、わかんないですけど、行った時に社員が一切名前を名乗らないと、例えば吉田すら言わないとか、フルネームだけじゃなくて吉田すらも言わないみたいな、そんなとこあります？しかも私がなんでね、名前を名乗らないかとね、何度も聞いた理由がね、向こうが言ってきた理由が、個人情報保護の観点から不走者が社員の名前を名乗らないって言うんですよ。個人情報、社員の名前が個人情報、お客様の個人情報めちゃくちゃ取ってますよね。で、社員は自分たちの名前を個人情報保護とか言って名乗らないんですよ。この会社の方針は。で、しかもね、結果的に行政から注意を受けてまして、行政もね、連絡してるんですよ、この不走者に対して。で行政が聞いても名前を名乗らないんですって。考えられますか？これだけお客様から個人情報を取ってる人たちが、しかも無意味にね、別にそんな一時郵送する必要もないようなペラペラの紙を送るために取ってるような人たちが、自分たちはすごい個人情報を取ってるのにお客様には一切名前も名乗らない。行政から聞かれても名前も名乗らない。考えられますか？こういう会社。ちょっと私はあまりにも驚きすぎてびっくりしました。本当に信用できない会社だと私は感じましたけれども、皆さんはいかがでしょうか？で、そのいかに3密かっていうのはね、他の人もブログとかで載っけてますので、それもね、リンク貼っておきますので見ていただければいいと思うんですけれども、で、ここまででもね、私は本当に驚いて、もう本当にね、びっくりしたんですけれども、この後がさらにね、ものすごく私はひどい思いをさせられてきてるんですよ。もうびっくりするような内容ですので、ぜひ続きもね、ご覧ください。まず7月19日に去年のね、中村理子のこのパーティーに参加した翌日から体調が悪くなりまして、明らかな倦怠感とかを感じて、2日後の夜かな、3日後の夜かな、で今高熱が出て、コロナだったんですけども、そのね、ただのコロナだったわけじゃないんですよ。いろんなね、問題があります。もうびっくりするぐらい。で、私はそのコロナに感染して、もう本当にね、明らかに体調がおかしくて、本当にね、もう39度ぐらいもう熱が出て、さらにね、もう、嘔吐と下痢とね、凄まじくて、もう、10日経っても全然治らなくて、3週間ね、ほぼ喋れない状況でした。もうね、本当に辛くてね、3週間経っても、しばらく話してるともうすぐゴホゴホになっちゃったりとかして、だからずっと YouTube も出せなかったし、本当にちょっと YouTube のね、私の9月とかの動画見てもらっても、声がおかしいの分かると思うんですよね。2022年の9月の動画とか見てもらっても、もう全然回復しないし、本当に辛くて、もう症状がひどすぎてね、本当にね、ノロウイルスとインフルエンザが一緒に来たようなね、感じでね、死んでたんですよ。
もう頭も働かないし、凄まじい状況でうなされてました。コロナに感染したのはもちろん初めてで、私はそれまで皆さんに YouTube でね、2020年の2月から話しているように、もうコロナがいかにね、危ないか、後遺症とか特にいろいろ危ないかってお話をしてたと思うんですけども、で、私は本当に感染しないのを第一優先にしてましたので、今後一切その出勤するお仕事はやめたって話もしてますし、もう本当にね、ネットスーパーでほとんど済まして、家から本当にほぼ出ないような生活をこの2、3年してきてるんですよ。で、誰とも友達ともご飯にも行かないですし、電車にもね、月に1回ぐらいとかしか乗りませんでしたので、しかも、混んでない時間をね、狙って行ってましたので、それでもちろん感染したこともないですし、スーパーも週に1回ぐらいいたからって、それでもね、感染することもないですので、全然時間もね、空いてる時間狙って行ってましたので、まずね、他のね、原因は私としては考えられないです。で、たまにスーパーに買い物に行っても、もう週に1回ぐらいしか買い物に行かないで、あとはネットスーパーにしてましたので、それでも帰ってきたらすぐに全てのパッケージを全部除菌して、もうカバンとかも全部除菌して、洋服ももちろんすぐに洗濯をして、私自身も髪の毛から全部洗うと、もう徹底した対策をしておりました。この2年半ぐらい。このパーティーの前の2年半ぐらいね。もちろん今でもこれは継続してますけれども、で、本当に他にね、感染した理由は私は考えられません。だってここまで徹底してますから、普通の人とは全然違う生活をしてましたので、本当に徹底した対策をしてました。びっくりするぐらいね。で、はっきり言って他の感染経路はまず99%ないと思います。だって全然出てませんから、家からほぼ出てないし、誰とも食事にも行ってませんし、家で仕事もして、スーパーもね、本当に週に1回行くか行かないかぐらいですよ。本当にオンラインでネットスーパーで買ってましたので、マジで引きこもった生活をして、ね、2年半ぐらいしてましたので、マジで他にね、そもそもないですね。オンラインの交流会とかに、ね、ばっか参加してましたのでね。で、このパーティーに関して初めてね、久しぶりに参加してみたって感じだったんですよ。っていうのは、それまでもね、結構いろんな人から、立食パーティーとか誘われたりしてたんですけど、立食パーティーの方がやっぱり危ないなと思ってましたし、ね、で、さらにその一般の人がね、企業ではなくて、一般の人が主催してると、そこまでちゃんと対策できてるのかなっていうのもあったのでね。ただ今回は着席パーティーっていうのがあったので、着席だったらね、隣の席と絶対あげるだろうと私は思ってたわけですよ。だってこの、去年の夏っていうのはまだね、もう感染超拡大してて第7波で凄まじく爆発的な感染拡大してる時期でしたし、まだまだ皆さん警戒を一切怠ってない時期でしたのでね、普通に考えたらね、隣の席開けるわけですよね。立食じゃなくて着席ですし。で、感染対策は企業が主催してるんだから、ちゃんとしたね、対策をやるんだろうと私はちょっと見込んでしまってね、それがちょっと間違えてたんだと思うんですけどもね。それで行ってしまったということだったんですね。で、コロナの症状っていうのが本当にひどくて、もう本当にね、39度ぐらいの熱がもちろん出たんですけれども、もうね、もうすごくてね、本当にね、もだい苦しむという感じでして、もう高熱でずっとなさいだけじゃなくても、途中から症状が変わって、嘔吐と下痢とかもすごくて、もうね、食べらんなかったら食べても薬飲んでもすぐ吐き出しちゃうとかね、そんな感じで、もう死ぬような思いをしてて、しかもね、もうちょっとこの後のその不走者とか仲間入り子とかのあまりのひどいね、対応とかで本当に精神的苦痛が凄まじすぎてね、もう結局ね、本当は安静にしてね、しっかり休まなきゃいけないのにね、心身ともにね、もう本当に凄まじい苦痛をこむりまして、もう多分それもあって、もう全然治らなくてね、もう本当に結局ね、後遺症もすごい長引いてね、2ヶ月半ぐらいね、治らなかったんですね。本当に辛かったですね、この2ヶ月半、本当辛くて、私もあらゆるね、方法で、コロナの後遺症が残らないように徹底したね、もうケアをたくさんしましたし、食事ですとか、インドからはわざわざアイルベーダのね、天然のね、薬とか様々取り寄せたりして、もう徹底した対策をして、本当に私が頑張って2ヶ月半でなんとか治したって感じなんですけども、もうすごいね、もう全然ね、良くならなかったんですね。で、本当に喉と肺がやられて、もうぜいぜいハーハーなって、もう喋るとね、もうハーハーなっちゃうみたいな感じでね、もう3週間ぐらいね、ちゃんと喋れなかったんですよ。でも声自体も全然出なくって、もう声が出るまで2週間ぐらいかかって、2週間経ってももうなんかすごい変な声になっちゃいますし、30分話したらもう喋れないみたいな、本当にね、すっごい具合が悪くてね。で、コロナ感染してから1ヶ月半ぐらい経ったね、私の YouTube、9月の頭の YouTube を見ていただいても、もう声がおかしいのわかると思うんですよ。もう全然治ってないんですね。で、私もフリーアナウンサーですから、もうこのまま声がね、治らなかったらどうしようっていうね、もう後遺症がひどいっていうのは散々聞いてましたので、コロナの。本当に怖かったですね。それなのに、で、そんな死ぬような中でね、この不走者とかの対応がひどすぎたんですね。でもそれぐらい大変な状況でね、私もだからこそコロナに絶対感染しないように徹底した対策をしてきて、それでこのパーティーの参加した直後にコロナ陽性だってことが分かって、
もうしっかりとね、安静して休まなきゃいけないのに、この不走者とか中村江里子の対応があまりにひどすぎて、もう恐ろしい思いをしてね、もうすごいね、精神的苦痛が凄まじすぎて、もうどれだけ追い打ちをかけるようなことをしてくるんだろうってびっくりするんですね。お客様に対してです。コロナ感染したお客様に対しての対応をこれからお聞きください。しかもね、これね、アベニュード聞きとか、中村江里子の SNS とか見るとね、ハッシュタグでファンミーティングって書いてあるんですよ。ファンミーティングだったらしいんですけど、ファンに対して、ファンと認識しているようなお客様に対して、こんなひどい対応するかなっていうのびっくりしたんですよ。で、ファンビジネスってね、芸能界でありますけれどもね、アイドルとか皆さんそうじゃないですか。ファンビジネスですから、どれだけファンを大切にしているかとか皆さんご存知だと思うんですけれども、あまりにもひどすぎてね、普通のお客様に対しても考えられない対応だなって私は思いましたけれども、ファンミーティングって言ってて、こんなひどいことを、こんなひどい思いをさせるんだっていうファンと思ってる人たちに対して、びっくりしました。その感覚というか、驚きすぎて、もう本当に呆れ果ててしまいました。で、パーティーの前までね、質問とかしてたら、即日とかね、翌日にはメールが返事が来てたんですよ。不走者から。なんですけどね、私がこのコロナに感染しましたってことは、やっぱり他のね、参加者にも、濃厚接触者の方とかいらっしゃるかもしれませんから、言っとかなきゃいけないっていうのがありましたので、高熱が出た瞬間からね、病院が混んでてすぐに検査に行けないけども、もう高熱が出たから可能性が高いってこともメールしてましたし、で、その感染が判明した時もすぐにメール送ったんですよ。そこから一切ね、不走者から返事が来なくなりました。で、私はですね、その感染が分かって、その3密だった状況がね、問題なんじゃないかってこともメールしたんですけれども、それについてもね、一切何の返事もなかったですね。で、しかもそれが後に判明したんですけども、私はすぐに感染したことを不走者に言ったのに、それを他の参加者様、160名の方たちに一切言ってなかったんですよ。すごいびっくりしました。それ後々判明するんですけれどもね、濃厚接触者が必ずいたと思います。あれだけ会場内も会場外も3密でしたので、他には感染者がいたでしょうけれども、一切それを他の参加者にも知らせてなかったんですよ。それが後々他の参加者からの連絡で分かりました。で、さらに、これは東京都もちゃんと感染者が出たらちゃんと報告してくださいっていうのをイベント主催者に言ってるのに、東京都にもこのパーティーの1ヶ月後でもまだ言ってなかったんですよ。で、おそらくもしかするとクラスターが発生していた可能性もあります。だってそれは主催者が報告することになっているから、で、主催者しか把握できないんですよ。この時ね、もうね、保健所がね、ちゃんと一個ずつ後追いしてないんですね。ですからクラスターとかは保健所が把握できないことになっちゃってたんですね。もう行政がついていけなくなっちゃったんですよ。感染が拡大しすぎて。だからもしかしたらクラスターが発生してたかもしれないけれども、それは不走者は私という感染者が出ても一切東京都にも報告してないですし、他にも感染者が出てたかもしれませんが、一切報告もしてないですし、クラスターが発生してても誰にもわからない。で、参加者にすら濃厚接触者が絶対いたでしょうけれども、参加者にすら言わなかったので、そうしますと参加者の方はさらに家族ですとか友人にとか職場の方に移している可能性が高くて、感染拡大を促していたという可能性がございます。で、さらにですね、私はこういったね、状況を危惧して、ブログに書いてたわけですよ。もう声が全く出ませんので、ブログでね、もう本当に高熱でうなされながら、そのタイムリーに書いてたわけなんですね。大変な状況の中、私はもう一生懸命この状況を伝えなきゃと思ってね、お伝えしてたんですよ。ブログでね、声が出ないから。アメブロ当時やってましたので、アメブロ私は12年間やってましたのでね、2010年からね、ブログに書いてたわけですよ。読者様は650人ぐらいいたんですけれども、それで書いてて皆さんも応援してくださってたんですけどね、そのブログで、ある記事を書きましたら、不走者から、一切ね、私ね、このコロナ感染したことに対して、その後一切返事もなく、いたわりの言葉も何もなかったんですけれども、その後ね、脅しのようなメールだけが来ました。もう脅しとしか私は感じられなかったです。で、私がまだね、もう本当にもう高熱でうなされて、さらに下痢に嘔吐とかもうベッドから出られるような状況でもなく、もう本当に死ぬ思いをしてる時に、まだ感染してから10日も経ってない10日間の隔離中の間ですよ。本当に来たメールっていうのが、いたわりとかね、お客様に対してね、参加してくれたね、何のいたわりとかそういった思いやりの言葉ではなく、全くいたわりとかそういったものを感じるようなね、内容では全くなく、脅しと思われるメールだけが来ました。
で、その前提の話としてね、パーティーの時にね、会場でね、そのウェルカムドリンクをもらって、私は一人でね、YouTube 撮影してましたのでね、YouTube 用の動画をね、誰も周りがいないことを確認をして、一人でマスクを外して、そのウェルカムドリンクをね、飲んでる動画を撮ってたんですよ。自撮りをしてたんですけど、セカンドチャンネル用のね。で、本当に誰もいないところでやってたんですけれども、ちょうどね、マスク取ってね、ウェルカムドリンク飲みながらやってたんですよ。喋ってたんですよ。そしたら10人くらいのね、人たちがね、マスクを取ったまま私に話しかけてきたわけですよね。写真撮ってくださいみたいな感じで、集合写真みたいなね。で、後で分かったんですけれども、中村江里子が自分のインスタにね、アップしてたんで、この人たちが中村江里子の同級生たちだったんですね。で、私も急に来たからね、その突然マスクをすることもできずに、ちょっと本当にマスクなしでね、話さざるを得なかったんですよ、近場でね。だから本当にマスクなしでね、近場で話すことになってしまって、それもね、大きなね、原因じゃないかと私は思ってるんですね。マスクなしで至近距離で話しかけてきた中村江里子の同級生たちに移された可能性が高いってことをね、ブログに書いたら、そしたらですね、その不走者からね、メールが来まして、私の心配ではなくね、中村江里子の同級生についてそういうの書くなと。そんで法的措置を取るみたいなね、私としてはこのすごいまだ10日も経ってなくて、もう死ぬような凄まじい症状で苦しんでるお客様に対して、コロナに感染したお客様に対して、いたわりではなくね、本当に脅しとしか感じられないようなメールを送ってきました。びっくりしましたね。しかもこれがね、全く法的根拠がないんですよ。私法律詳しいですからね。驚きました。で、私法律に詳しいですから、もう高熱でうなされながら具合悪くながらもね、こんなのまず不走者が言ってくる権利は一切ないんですよ。向こうは多分私が法律詳しいなんて知らないから舐めてたんでしょうね、私が思うに。その告知とかそこまでのね、感染対策とはそれまででもかなり問題だと感じてたんですけれども、さらにそのね、そこについても私はもう言ったんですよ。これは3密だったし、かなり問題じゃないかって話をしたんですけど、それも仕方されてました、そのメールも。で、私はね、不走者に対して中村江里子の同級生に、ちゃんと PCR 検査させてくださいと。で、そういった行為っていうのは問題じゃないんですかって、この感染拡大してる中でマスクも外してね、集団に話しかけてくるのは問題じゃないかって注意をしてほしいっていうのも言いましたし、で、それについても、主催者の不走者は一切注意することもないですし、その後にね、それも感染の原因の可能性が高いから、PCR 検査をね、その中村江里子の同級生たち全員に受けさせてくださいってことも、不走者にも中村江里子にも言ってますけれども、一切やりませんし、向こうが潔白したいんだったら、じゃあ PCR 検査受けりゃいいじゃないですか。自分たちはじゃあ陰性でしたよ。つったら私のね、感染原因になってないわけですから。そういったことは一切対応しないわけですよ。それは中村江里子の SNS にも書いてますけど、中村江里子もしかとしてましたし、みんなしかとしてますよね。で、他の企業は、PCR 検査を受けさせてくださいって言ったらちゃんとね、対応してるんですよ。これは私だけじゃなく、私をね、フォローしてくださったり、応援してくださってるね、ブログのフォロワーとか SNS のフォロワーの皆さんも、やっぱり結構私に共感してくださったり、情報をくださってたんですよね。で、同じように中村江里子とか、この不走者アベニュード危機とかにコメントしてくださったりとかね、意見言ってくださってるけども、中村江里子とか不走者で不都合なコメントはことごとく削除されるとおっしゃっていました。本当にね、もみ消せばいいと思ってるのかなとしか私は思いません。で、私もそうです。私も散々やっても削除される上に、ついにはね、アカウントごと削除されたりとか、ひどい目に遭わされてますので、コロナの感染だけではなくてね。で、私が言ってることはね、一切対応しないくせに、私に対してね、脅しとしか感じないようなメールばかり送ってきたわけですね。コロナで感染してもだい苦しんでる私に対してです。しかもね、不走者はね、法的権利一切ないんですよ。もし私に、例えばこれは問題だから言うのやめてくれって言うんだったら、言ってくる権利があるのは中村江里子の同級生だけです。本人しか言える権利がないんですね。で、私はもう39度くらいうなされながらね、頭も朦朧としながらね、なんでこんなね、苦しんでるお客様に対して、この人たちはいたわりの心はないんだろうかと、あまりに驚いたんですね。その対応としてびっくりするぐらいホスピタリティが私は一切感じないどころか、脅しのようなね、コロナで苦しんでるお客様をさらに追い詰めるようなメールを送ってまして、しかも法的根拠が一切ないんですよ。なぜ一切ないかと言いますと、法律的に説明しますとね、例えば名誉毀損とか言いたかった場合は、本人が言わなきゃいけない決まりになってます。例えば中村江里子の同級生たちが、こんな風に書かれてね、自分たちが原因だという風に思わされたとか言ったとしたら、ただそれ本人たちが名前と住所をちゃんと提出して、本人たちの身分がわかるようにして裁判所に提出してくれないと意味がないです。それはね、ちゃんと裁判所を通して名前と住所を提出しなければ認められません。私はそのね、一回あっただけですから名前も知らないですし、もちろん住所も知らないです。初対面ですしね、別にその同級生だっていうのは中村江里子が SNS で自分でアップしてたんで、インスタグラムにね。それで、この人たちだと思って、この人たち同級生なんだと思って、そういうふうに思っただけですから、何にも知らないです。ぜひね、
何か文句言いたければ、その同級生たちに自分の名前ね、実名と住所をちゃんと出して裁判所に提出して文句言ってきてください。そうしましたら、ちゃんとそれは受け付けられますので。それ以外にないです。もちろんその裁判資料というのは誰でも見られますので、皆さん公開されますので、ぜひ見てください。ですから、不走者は一切権利がないにもかかわらず、私に対して消させたいがために、法的措置みたいなね、脅しみたいなこと言ってきたわけですよ。私、もうコロナで感染したお客様ですよ。いたわりとかね、普通このね、10日も経ってなくて大変な症状の人に対してそんなこと言うかなっていうね、もう考えられないなと思ったんですよ。びっくりしましたね。で、その後もね、何度もそういう脅しのようなね、メールが来てました。で、さらにそれなのにもかかわらず、私があなたの名前何ですかって不走者の社員に聞いても、一切名前は言わないんですよ。名前も言わずに脅しのようなメールを送ってきてる。このような会社、皆さんどう思いますでしょうか。不走者一切関係ありませんから他人ですよね。なのに不走者は同じ参加者に対して中村江里子の同級生たちにはすごく特別なね、肩入れがあるのか分かりませんけども、そちらに対して同じ参加者ですよ。私も参加者で、さらに私はコロナに感染したという辛い状況です。その私に対してはメールをしても返事もせずにシカトしてますし、他のお客様に対してすら私という感染者が出たことを一切報告もしてませんし、他の160名のお客様に対してもその体調とか心配はなかったんだろうかと私は不思議に思ってしまいますけれども、あのような3密な状態ですからね、他にも感染者が出ている可能性も高いですし、私だったら一人でも感染者が出たら他にもいたんじゃないかとすごく心配になると思うんですよ、イベント主催者としてね。さらに他に濃厚接触者とか感染拡大がさせないかという心配があると思いますので、迅速にすぐに対応すると思います。私がイベント主催者の立場だったらね、普通だったら参加してくださったね、ファンと思ってるようなお客様に対して、感染拡大させないかとすごく心配になると思うんですけれどもね。他の全てのお客様に対しても適切な対応はございませんでしたし、私の3密についての指摘とか、コロナ感染したことに関しても、何のいたわりの言葉ですとか、何の返事も送ってきてませんでした。一切ね、中村江里子の同級生たちに、こういったね、言動おかしいんじゃないかというふうに注意してくれということも、一切不走者は注意もしませんし、PCR 検査も受けさせることもしませんし、にもかかわらず、同じ参加者なのに、この中村江里子の同級生たちに対してだけは、どうも態度が違ったようです。何の日もないね、徹底したコロナ対策をしてきて、ただ参加をしただけのお金を払ったお客様である私に対しては、しかもコロナに感染して、もう凄まじい症状真っ只中の大変苦しんでるお客様の私に対しては、ひどい対応をしてきてましたけれども、中村江里子の同級生たちに対しては、やたらとそちらを擁護して私をね、脅すようなね、メールを送ってきました。私としては脅しとしか感じられませんでした。で、全く法的根拠がありませんので、それもさらにね、恐ろしい。企業として法的根拠がないことを関係のない第三者であるね、不走者が言ってくる、どういうね、感覚なんだろうなと私は思いました。皆さんはどう思われますでしょうか。で、これはそもそもね、中村江里子の同級生っていうの名前も書いてませんし、名前知りませんからね。その会場でね、初対面ですから、名前も知りませんし、顔だってね、あんまり覚えてるわけじゃないですよね。で、あくまで中村江里子がインスタに自分でアップしてるから、そのリンクをね、貼っただけですので、私別に写真撮ったわけでもないですしね。嫌だったらその中村江里子は自分のインスタから消せばいいだけの話ですよね。で、この本人が特定がここまでできるかって話もありますし、名誉毀損になるかとかね、そんなことは言いたければね、ぜひ、私、その人たちの名前も知りませんし、住所も知りませんので、裁判所を通していただきますと、この同級生たちは自分の実名とか住所とか全部裁判所に、しっかりと明記して本人がね、特定できるように明記をして提出しなければなりませんので、そうすると全国の皆さんもね、裁判所を通して、見ることができますのでね、ぜひね、その手続きでもしていただければいいんじゃないかなと思います。ということで、不走者はね、私に一切言う権利もないことでね、一切法的権利も根拠もないことで、私に対してコロナに感染したばかりでもだい苦しんでいる闘病中のお客様である私に対して、脅しとしか思えないようなメールを何度も送ってきております。もう私は凄まじい精神的苦痛を受けましたし、さらにね、それについてね、私だけじゃなくて、中村江里子にもたくさんコメントしてますけどもね、インスタとかブログにもね、一切何の対応もしないですね。で、これは私だけじゃなくて、私のブログとか SNS のフォロワーさんとかもね、もうみんなやってくださってるんですよ。もう結構長い期間皆さんやってくださってるんですよ。で、何度やってもね、ダメだっておっしゃってました。もうね、全部ね、削除されるし、コメント、不都合なコメントとかね。で、アカウントごと削除された方もいらっしゃるそうなんですよ。信じられますか？
そういったことで一切対応しませんし、中村江里子のブログとかね、SNS とかにコメントしても一切何の対応もございません。このね、不走者と中村江里子の対応が本当にね、私凄まじい苦痛を受けました。で、この中村江里子も何一つ対応しないんですよね。で、これも本当に私だけじゃなくていろんな人がコメントしてくださってるんですよ。中村江里子のブログとか SNS に。すべてシカトしておりまして、で、このね、なんでね、不走者が、多分ね、私が思うに、この不走者は、この中村江里子の同級生がね、私にそうに言ってきたって言いましたけど、ただの普通のお客様、A さんとか B さんとかだったらそこまでしないと思うんですよ。絶対に。おそらく中村江里子の同級生だからそこまでなんか私に圧力かけてきたんだろうなと私は思ってるんですね。なぜなら中村江里子っていうのが結局このサービスの、顔みたいなもんなわけですよね。広告塔なわけですよね。ですからここに多分なんか圧力かけられたんじゃないかなと私は勝手に思っております。じゃないとここまで動きますか。同じ参加者同士の問題に対して片方だけ肩入れをして、で、ね、実際にその感染して大変な思いしてるお客様に対してはひどいね、圧力をかけるってことやりますか、普通。考えられないと思うんですよね。私はちょっとどういう感覚でそういうことされてるのかなっていうのを思いました。皆さんどう思いますでしょうか。で、しかも絶対匿名です。名前も名乗らずにそういうこと言ってくる人たちに対してどう思いますでしょうか。で、まだまだあるんですよ。びっくりすることにもう本当にたくさんありすぎまして。で、この後ですね、これもすごいことだったんですけども、で、私はたくさんのね、もちろん様々な行政に通報しました。で、最初にね、告知文を読み上げましたけれども、この今回のね、パーティーの参加費の内容の中に、写真撮影っていうのがあって、それをね、数日後に送られてくるっていうね、ものだったんですね。で、私はいつになっても送られてこなかったんですよ。で、これに関して、他のね、参加者の方に聞いてみたんですね。そしたら何人もが8月1日に3枚送られてきたって言ってたんですね。で、へっと思ってね、私はもうその時1ヶ月ぐらい経ってたんですけど、まだ送られてこなかったんですよ。で、それについても、消費者庁に言いまして、で、結局ね、消費者庁からも、もうこの様々な件について、そのドリンクですとか、その告知の仕方とか様々な面について、注意の電話をしてくださってんですよ、不走者に対して。にもかかわらず、一切その注意は無視してまして、一切それでなぜその写真を送らないのかっていう理由も言わなかったそうです。で、この不走者がね、本当に驚く、本当に私はびっくりすることが、さっきもお伝えしましたけれども、一度も社員が名前を明かさないんですよ。で、こんな会社私は見たことがないんですけれども、こちらお金払ってるお客様で、これだけお客様の個人情報を取ってて、なんでね、社員が名前すらお客様に言えないのかっていうのが、でさらにこれがね、私だけじゃなくて、なんとね、消費者庁から電話あった時も、消費者庁にすら言わないんですって。私すごくね、ちょっとやましいことしてるのかなって思うぐらいびっくりしたんですよ。行政から言われてるのに、不走者の社員は決して消費者庁にすら名前すら言わないんですって。びっくりしました。社員が名乗らない会社って皆さんどう思いますか？ちょっと本当に普通に信用できる会社だと私は思えないです。びっくりしすぎて、名前を言えないってお金取ってて、そのお金を払った対価を返してないんですね、お客様に。だって私写真送られてきてませんから、未だに半年以上経っても未だに送られてきてません。何度言っても送られませんし、その理由すら不走者、消費者庁に言ってないんですよ。で、私にも、相当後にね、相当後になんかペラッとメール送ってきましたけど、全くね、法的根拠もなく、全く適切な理由になってなかったです。びっくりするような内容でして、これも裁判所に提出してますけれども、あまりに驚きました。会社として、社員が名乗らない会社って皆さんどう思いますか？あまりにも私信用がならなすぎるなって感じましたし、でこの一連の対応を見ていて、ここまでちゃんとできてない会社っていうのは見たことがなかったので、ちょっと驚いたんですよね。皆さんどう思いますか？で行政に対してすら未だに行政からの注意も無視しております。でこのお金をもらっているサービスの対価を与えないっていうのは債務不履行っていうんですけれども、法的に例えば皆さんがね、ネットショップで牛乳を買って、その牛乳がね、お金払ったのに送られてこなかったら、それ消費者問題ですよね。お金ね、騙されて取られたようなもんじゃないですか。それと同じようなことをされてるわけですよ、私はね。だってお金払って、写真撮影をして、それの写真が送られてくるっていうところまで含めてのが、このサービスの1万1000円の対価ですから、それをもらってないってことは、債務不履行っていうのを法律的に言うんですけれども、そういったね、ことをしています、この会社は。で、これは全く法的根拠がございませんので、ちゃんと消費者庁も注意してますけれども、消費者庁の注意すら無視しています。で、これをじゃあね、私が提訴して裁判を起こすかっていうとね、1万1000円の中で、せいぜいね、数千円の価値ですよね。このね、全部のランチとか他にもいろいろありますから、
で、前もね、メンタリスト大悟の時も言いましたけれども、裁判っていうのはお金がかかるわけですよ。基本的に裁判でかかるお金っていうのは弁護士費用なんですけども、で、私は本人訴訟ですけれどもね、私のような本人訴訟でね、弁護士使わない場合でも、飲酒代とか規定代とかいろいろかかるんですよ。最低限の費用はかかるんですね。で、ぶっちゃけね、その方が高くなるんですよ。この数千程度だと。1万円程度とかそれぐらいだとね。だから、こうやってみんな泣き寝入りする人が多いんですね。安い金額でたくさん取られちゃうと。さらに一切行政からの注意も無視して何も対応しないということで、未だに債務不履行のまま何もお金を払ってもサービスを得られておりません。で、ちょっとびっくりしまして、会社としての信用度を私はとてもね、驚きました。この全ての一連の流れを聞いて皆さんどう思われますでしょうか。お客様に対しての対応としてあまりにびっくりしまして、私は本当にプロフィールにも書いてますけども、数々の一流企業、世界的一流企業で働いてきてますし、私もおもてなしイベントプロデューサーということでね、主催側でありますので、本当にね、びっくりすることが多すぎて、ちょっと、普通の企業でも考えられないと思うことがたくさんありました。で、私もここまででもかなり驚きましてね、ちょっといろいろ調べたんですけれども、不走者がこれまでもね、問題を起こしてたようで、それをブログに書いてた方がいらっしゃるんですね。ちょっと驚くようなね、内容がね、ブログに書いてありました。書いてたのが、キングコングの西野昭弘さんですね。で、ご自身のブログで書いてるんですけども、不走者に対して、本当に狂気だとかね、オカルトだとかね、不走者のお仕事は受けないって話を書いてまして、どれだけね、問題かってことをね、ブログに書いてらっしゃいましたので、そのね、下にリンクも貼っておきます。ちょっと読み上げさせていただきますね。このブログはリブログができるようになっているんですけれども、タイトルが、ハーバービジネスオンラインの危うさ、問われる不走者の良識という名前のね、ブログ記事です。この不走者がね、なんか不走者が運営するニュースサイトっていうのがあるみたいなんですけどね、そこでね、お客様とかに対して死ねとかね、知恵遅れとかいう暴言を吐きまくってたらしいですね。で、ツイッターでね、で、それがちょっとびっくりする。それ自体もびっくりしますけど、暴言すぎちゃって。で、さらにそれでツイッター社から、不走者はアカウントを凍結されたにもかかわらず、不走者がツイッターに関して正式抗議をしたということでね、ちょっとそのびっくりするような内容ってことで、西野さんも、怖えよみたいなね、こんなカルトすぎるよみたいな不走者に対してね、書いてましたね。コメント、ブログで書いてましたね。死ねとかいう会社なんですね。うん。で、さらにそれを自分たちが非を認めるわけでもなく、正式な抗議をするという会社だそうです。不走者は。はい。私もそれはね、すごいそういった会社の体質というのをすごい感じました。今回の件でびっくり。普通の感覚の会社として対応するとびっくりするぐらいちょっと信じられない反応が返ってきたり、言動が返ってきますので、どうなってるのかなっていうのはすごい思いました。私の感覚としてはちょっと考えられないなと思うことがたくさんあります。で、実はまだまだあるのでお話ししますけれども、本当に今回の件でね、不走者にも仲間由里子にも、あまりにも呆れ果ててしまいまして、私個人的にびっくりしすぎまして、ちょっとどういった感覚なのかなっていうのを私はすごい感じました。で、さらにですね、まだあるんですけれども、私がね、このブログで、アメブロでも一生懸命今まで発信してきてるわけですよね。私はコロナ感染してからずっと発信してまして、さらに SNS でも書いてたわけですよね。で、皆さんがたくさんいいねをしてくださったり、コメントしてくださってるのに、何度もね、その記事が公開停止されてきたわけですよ、アメブロね。で、私のブログとか見ててね、本当に応援してくれる人もたくさんいてね、本当にたくさん情報とかね、たくさん、コメントくださってたんですけれども、多分だからやばいと思ったのかわかんないですけどね、よく年中ブログの記事を消されてたんですよ。で、それをね、毎回毎回ね、アメブロもね、公開停止されてたんですよ。で、これね、別に全然法的にね、何の問題もないんですよ、私の文章。ちゃんと法律的に考えて書いてますし、なんですけど、年中ブログの記事を消されてる上に最終的には、ブログごとね、12年間できたブログごと丸ごと削除されたという。で、これは別にね、法的に問題はないです、私的には。なので、ちょっとその理由も説明します。で、もちろんね、アメブロの利用規約的にね、なんか不適切な表現とか言いたいんでしょうけれども、アメブロっていうのはね、前もね、お話ししてますけれども、私は最初から信用してないんですよ。2010年から始めた時からね。この理由は後で説明しますけれども、私としては多分ね、圧力がかかってんだろうなと思いました。その中村江里子側とかですから、圧力かかってんじゃないかなと私は思いました。
っていうのは向こうは公式ブロガーですし、私のブログの読者さんとかフォロワーさんとかも、中村江里子のアメブロにもコメントしてくださってたみたいでしたのでね、それでもね、私の読者さんからのコメントとかもね、不都合なものは全て削除されてたそうです。とにかく私の記事をもみ消したいんだろうなというのを私は感じてましたので、最終的にはですね、私のブログね、12年間やってきたブログごと丸ごとバンされたんですよ。でもね、それぐらいやるところだと思ってたんですけど、で、全く私は悪くないです。法的に全く根拠が向こうはないですので、なんでこういうことが起きたかというとね、私はアメブロに対して最初から信用してないんですよ。2010年から始めたんですけど、アメブロをね、最初から信用してないです。で、私の感覚としてはアメブロっていうのは、すごく芸能界とか経営者とね、結託してるところだなっていう感じがありまして、皆さんご存知の通り、マスコミとか芸能界とても汚い業界ですのでね、そういった私もタレントメーカー載ってますけど、そういうのはもう分かっていますので、そういったところだろうなっていうのは元から最初から思ってたんですね。ですので最初から信用してなかったですし、最初からブログの記事はちゃんとバックアップ取ってますし、もう全部私のね、個人のサイトに移行してたんですよ。もうほとんどアメブロの記事自体はもうなんかスカスカの状態になってましたので、それぐらいやるところだと私も思ってましたし、で、私だけじゃなくて結構他の人たちも、一般のブロガーの人も全く問題のない全然関係ない記事が削除されたりですとか、これも多分何か圧力が裏にあったんじゃないかなと思うようなこともあるし、私も前に安倍前首相のことについてたブログもね、削除されたりもありましたし、あと他の芸能人の方ですら、例えばそれまでのアメブロの収益がね、突然10分の1に減らされたとかね、それも全くちゃんとした正当な理由がないんですよ。で、そういうのがあったり、例えばそのバックのね、大手事務所が退社した後にそういうことがあったとか、いろいろあるんですね。で、そういう話をいろいろ聞いてましたので、それぐらいの会社だろうなと私は思ってましたので、やりかねないなと思ってたんですよ。だから皆さんに、アメブロをね、まだ残ってる時から、YouTube とかね、Twitter 違うのフォローしといてくださいって言ってたんですよね。それぐらいやる会社だと私は思ってましたので、もちろんね、向こうとしては表向きね、利用規約に反してるとか、不適切な表現があるとか言うと思いますけど、実際ないと私は思いますし、それだったらじゃあなんで西野さんのこのブログの記事が消されてないんだってなりますよね。だってここにはカルトだとか狂気だっていうふうに書いてるわけじゃないですか。こういった記事は消されないんです。西野さんのブログもバンされてないです。だって西野さんは公式アメーバブロガーで、力がありますよね。影響力もある方ですよね。そういったものは消されてないんですね。で、こういったいろんなことを見ていけば皆さんはいろいろ実態がわかると思います。ですので私が消されたっていうのはただただもみ消したかったんだなっていう裏に圧力が働いたんだなとしか私は思ってませんし、公平ではないんじゃないかなと思っています。それで私のブログ記事は全部ね、私のホームページ、サキーズホームページの方に移行してますので、そっちでご覧いただければと思います。アメブロはね、丸ごと削除されましたけども、私が自分でドメイン取って作ってるワードプレスでね、作ってるホームページのブログにも書いてますので、そっちはね、私が管理者だから消せませんからね。そっちの方もぜひ見ていただければと思います。そっちはその時のタイムリーな感じので書いてますのでね。で、この YouTube も発信してますので、YouTube っていうのはね、消されません。だって法的根拠もないですし、海外のね、サイトですので消されてないですよ。今までね、メンタリスト大悟の件もですし、安倍前首相の件も消されてませんから、これは消されませんので、この動画しかもYouTube の場合はね、世界中の言語に自動翻訳されますので、ぜひフランスの方とかね、海外、世界中の方に見ていただければなと思います。ぜひどんどん拡散してください。で、こういったものっていうのは、私は会社とかね、人の体質っていうのは変わらないと思ってるんですよ。で、そういうのって普段はなかなか見えないものだったりしますよね。私が実際こうやって利用したりとか、関わったことでこういったところが分かったりもしてますので、で、皆さんに注意喚起として発信してますので、ぜひね、ブログとかインスタとか SNS っていうのはあくまでブランディングでいいところしか見えません。基本的にはね。皆さんビジネスで利用してますよね、大体ね。ですので、そういったところだけを信用するわけではなくて、こういった私が実際にあったね、出来事ですとか真実を見てね、皆さんが消費者として、そして一視聴者として判断されていただきたいなと思います。くれぐれもね、そういった事実を知って、皆さんがしっかりと判断してみてください。私は二度とこういったところはね、利用しませんし、びっくりしましたのでね、私の常識からすると考えられなかったので、驚きました、本当に。私は今回こういったね、大変な思いをしても、しかも、ね、このたかだか2時間半のパーティーのためにね、もう何ヶ月も体調崩しね、ちょっと不快な思いさせられてきてね、何一つまともな対応も取られずにね、半年以上経ってもこういった嫌な思いさせられてきてる、今でもね。っていう風に、さらにブログとかインスタとかも法的に全く問題もないのにアカウント削除されたりとかね。損害しかないんですね、私としては。
で、こういう思いを皆さんがされないように私はお話をしています。会社とかね、人の体質っていうのは私は変わらないと思ってますので、皆さんもくれぐれもお気をつけください。裁判所でのお話はね、今のところ避けますけれども、今後状況によってはね、追加でいろいろお話ししたいと思いますのでね、今ね、お話しできるところをね、お話しさせていただきました。こういったことを私が軽減したってことを皆さんにお伝えしましたので、そういったの一つね、真実を知って、参考になさってください。で、ぜひね、皆さんこの内容をどんどんシェアしていただきたいと思います。この内容は、すべての言語にね、自動翻訳できるようにしておりますので、ぜひ世界中の人に見ていただきたいですし、こういったものっていうのはね、なかなか表では見えない部分でもありますので、私が実際こうやってね、経験をして皆さんにお伝えする、いつもそういうことね、結構役目でやらされますけれども、ってこともありますのでね。で、書いてますけどね、私今までこうやって YouTube で発信した人って大体滅びますので、今まで例えば安倍前首相もそうですけどね、あの方は地球から浄化されましたけれど、ついにはね、今までいろいろ話してますよね。安倍首相に関しても、サイコパスは早くね、退陣させた方がいいと、総理大臣辞めさせた方がいいってことも、天照大神様に毎日お祈りしてね、4ヶ月後に退陣しまして、その1年後には亡くなったと。で、さらに、メンタリスト DAIGO も私が YouTube アップして、その時、大体私がアップする時は結構全盛期的な部分なんですけども、多分ね、兆候出てんですよ。ですから私にこういった問題が起きて、私ほどこうやってね、発信したりとか法的に詳しい人いませんから、そうそう。ですので、こういったことを私が発信をして、大体その後滅びますので、はい、皆さんもね、しっかりと今後、新時代が始まるっていうのをもちろんこのチャンネルでいろいろ言ってますよね。本物しか残りません。で、ごまかしとかね、どんどん暴かれる時代なんですよ。で、一つ私はこうやってお話をしています。そういう時代だから出てきた話じゃないかなと思います。やっと見えてきたと言いますかね。特に芸能界とかマスコミはね、浄化が必要ですので、どんどん浄化した方がいいと思いますし、この不走者とか中村江里子とかね、フジテレビがバックであると思いますけれども、結構フジテレビもね、今までも、やらせかわかんないですけれどもね、自殺された一般の方もいらっしゃいますし、私の知り合いもフジテレビは出ないって言ってる方もいますからね、よくテレビ出てる方とかでもね、いろいろあるかと思いますけど、これもね、新時代にどんどん浄化されると思います。マスコミ業界やテレビ業界、ね、芸能界も浄化されると思いますので、その兆候かなと私は思っています。今後のこれらの様子はね、見ていただきまして、これからは本物しか残りませんので、ぜひ皆さんね、しっかりとね、今回の真実を知って、注意して参考にしていただきたいなと思います。ぜひどんどん拡散してください。本当に長い動画でしたけれども、私も作るの本当大変だったんですけれども、すごい忙しかったのでね、本当に皆さん最後までご覧いただきまして、本当にありがとうございました。ぜひどんどん拡散してください。よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。またぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。See you next time.